今回は、ホタル石風バッグチャームと題して、キラキラ感と立体感の秘密に迫っていくよ。キーアイテムは、いわゆるオーロラシート。このオーロラシートは、加工して使う熱除けを配置し、エンボスヒーターで焦げない程度に炙りまくる。このデコボコ加工したオーロラシートは後で使うので一旦保管。そしてここからは色作り。人魚の涙、クレアと宝石の雫のブルーとブラックを混ぜる。調合した着色レジン液をラウンド型のモールドに注ぐ。硬化後はもちろん、先ほど加工したオーロラシートを使うんだけど、熱処理の際は、本当に気をつけてね。一回焦げて、穴が開きました。お魚も焼きすぎると、美味しくなくなる。それと同じ。さて、とりあえず黒い線を消す。ネイルリムーバーシートを使う。レジン液を注いでから、オーロラシートを沈める。おお、いい感じにぴったり。まあ多少ずれても問題はない。硬化したら、表面のデコボコ加減をチェックしてみよう。うまく伝われば嬉しい。デコボコは、こんな感じ。ということで、キラキラ感と立体感の秘密でした。それでは次回もお楽しみに。違う。まだ続くよ。気泡を除去したら、装飾タイムスタート。これはグリッターだね。散りばめると、キラキラ輝く。そして今回は、特に宇宙がテーマ、ってわけでもないけど、月と太陽と星を配置する。うわ、見づらいなぁ。背景が濃い、宇宙色だからか。でもこれはこれで、いい。ちなみに側面は、こんな感じ。位置を写しておこう。そういえば今回のように、熱を加える作品があったね。火炎。プラスチック板を熱して使う作品で、変わった気泡除去方法を見られる動画です。機会があれば、再編集したいぐらい。ってご主人が言ってたな。まあそれはさておき、熱の要素が入った作品って、めっちゃ好き。同じものは作れないから、個性ある作品になる。まあ手作りの時点で、十分個性的なんだけどね。さて、奥さんがトップコートを塗って、コーティングしている間に、次回の作品、予告タイム。次回作品は、いちご柄が特徴的な、キーホルダー。100均の、キャンドゥで最近入手したモールドを使っていて、いちごケーキ食べたいなぁ、って思いながら作ったらしい。でも太っちゃうからなぁ、と葛藤する奥さんであった。何これどういう次回予告？チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。ベル通知もオンにしてくれたら、感動しちゃう。さて、作業工程を見ていこうかな。もう、仕上げの段階か。トップコートで側面を、コーティング中。今回は、
熱加工オーロラシートが主役の作品で、個人的にはピアスにしてもいいかなと思えた作品でした。耳元で乱反射する光の光沢、胸キュンです。というわけで、熱加工のシリーズ化を期待しつつ、あとは、アクセサリーパーツを接着して、完成だね。今回もエンディングで、僕の可愛い姿が見られるので、最後の最後まで、見ていってくれると嬉しい。それではまた、次回の作品で会いましょう。